今、箱舟が動いた。わからないわ。ロキ、自分がどんな人生を歩むのか考えたことある？何？人生について語りたいの？興味があっただけ。子供の頃、自分がどんな大人になるのか想像したことある？子供の頃から犯罪者になるって分かってたから、スパイの勉強をしてた。真剣に聞いてるんだけど。はあ、ないよ。同年代の奴らと同じ。将来のことなんか考えたこともない。だから、ひたすら興味のあることをやり続けてた。取り返しがつかなくなるまでね。私と違うわね。私は真剣に考えてた。そう。あまり違いはなさそうだけど。そうかもね。でも、ギャンブル狂いのクソ親父が適当なこと言ってるとき、私は真剣に考えてたわ。どうやったら本当のヒーローになれるかを。父親の影響でドライバーになることを決意したの？意外と普通ね。もしそうだとしたら、あいつをギャンブル狂いのクソ親父なんて呼んでなかったかもね。なんでそうなったの？あいつはギャンブル依存症で多額の借金をこさえた上に公金も横領した。警察をクビになって刑務所にぶち込まれたのよ。それ以来、あいつが言ったことは屁くらいにしか思ってないわ。その後、あなたの父親は死んだんだよね。なんで死んだの？ある日、道を歩いてたら、怪しい若者が2人いたんだって。あいつの言葉で言うなら、警察の直感なのかしらね。近づいて声をかけようとしたら、パンパンパンって3発撃たれたらしいわ。1発目は腹に当たって肝臓が破裂。2発目は胸を貫通。3発目は首に風穴を開けたわ。あいつは死ぬ時になって思い出したのかもしれないわね。自分はもう警察官じゃなかったって。そいつが死んだから見方が変わって、また言ってたことを信じるようになったの？多分だけど、そういうわけじゃないわ。あいつが死んだ後、遺品を整理してたら手紙を見つけたの。私宛てのね。なんて書いてあったの？懺悔よ。過去に自分がしたことに対する懺悔だったわ。あとは、ヘイリー・ガルシアは母が私につけた名前だって。まったく。その言葉が私にとって呪いになるって、なんで思わなかったんだか。母は早くしてこの世を去って、私に残したのは名前だけだった。まさに呪いよ。だから、イエードナの提案に同意しなかったんだ。ずっと前に心に決めたわ。ヘイリー・ガルシアを絶対に幸せにするって。借金があるなら稼げばいい。ドライバーになりたいなら現在を倒せばいい。やれることなら、なんだってやるわ。自分をごまかすのは良くない。家族からもらった名前に、それほど重い意味はないはずよ。私は世界で一番頑固な人間だからね。なら、その頑固に感謝するのね。そうじゃなかったら、お前の精神はとっくに壊れてたでしょうね。正直限界ギリギリってところよ。早く終わらせましょう。もしもし、聞こえる？ロキ、ヘイリー。何？緊急事態。話してる暇がないの。急いで原価プールに飛び込んで巨大化して。
いた。NBS 注射よ。降りて。あなたは私が今まで会った中で最も迷惑な人です。そう、最も。箱舟の制御権が奪われた。一部だけど。すぐに取り返せるって信じてるよ、ステファニー博士。あと、あなたとは初対面だと思ってたけど。もう随分と長い間私たちを探していたでしょう。そうね、こんなに時間がかかるとは思ってなかったけど、最初はサイコロでも振って探すつもりだったのに。それで自分が勝ったとでも思っているんですか？確かに人はたくさん亡くなったけど、こうしてあなたを見つけることができた。箱舟に乗っていたドライバーたちは全員殺したの？私は慈悲深いんですよ。今はまだ彼女たちを殺す必要はありません。面倒な人たちはすでに他のところに飛ばしましたし、残った人たちでは何もできません。ところで、あなたは私を見つけ、リストを手に入れ、他の支部の高官の暗殺を阻止しましたね。リストには、あなたやステファニーが大切にしている人の名前もあった。さぞ、ステファニーに褒めてもらえるでしょうね。よく知ってるじゃないの。それじゃあ、もうすぐ私に殺されるってことも知ってるよね。よく頑張りましたね。犠牲はあるものの、悪い陰謀を阻止できました。私の目的がアイギスを乗っ取ることでしたら、ここまでで十分と言えたでしょう。ですから、この後何が起きても、あなたは自分を責める必要はありません。所詮、あなたは劣等生命体である人間ですもの。スタリ、相手に構う必要はない。巨大化して。ステファニー、どうしたの？純在級現在、ニビルが3体。マヤの箱舟に向かって降下している。いつ現れたの？たった今。前回同様、テレポートを使ったみたい。箱舟の全エネルギーを使って墜落による損害を抑える。箱舟の中のことは自分で何とかしてほしい。
あなた、一体何者なの？私が何者なのか知りたいですか？それじゃあ私を見つけたご褒美として情報を差し上げましょう。ステファニー、あなたが知っている歴史はもう存在しません。